はい、こんにちは、なぎこです。最近私の Vlog にちらちら映っていたと思うんですが、この金属の塊これね、エスプレッソマシーンなんですけど、アルコというエスプレッソマシーン、これをちょっと今日はご紹介したくて動画を撮っております。友人がこれ手掛けてるんですよ。で、私もずっと使ってみたかったのもあって、アルコの皆さんもぜひぜひ生活の中でいろいろ試してみてもらいたいということで、こう1台送っていただいたので、最近いろいろ試してみている次第です。めっちゃ楽しいです、これ。皆さんがご存知のエスプレッソマシンとだいぶ形状が違うと思うんですけど、これ電気が必要のないアナログのエスプレッソマシンなんですよ。もちろんコンセントもないですし、お部屋の中、お家の中とかだったらどこにでも置いておけるっていうのが個人的にはすごいいいなって思っている点の一つです。私はこのアルコを手に入れるまでエスプレッソは自分で多分入れたことがなくて、いつもドリップを楽しんでいるので、エスプレッソを入れることに関してはスーパー初心者なんですけれども、パーツも少ないし構造もシンプルなので非常に直感的に扱えて、もちろんいろんな技とかクオリティを追求していく方向にいくらでも突き詰めることはできるとは思うんですが、そんなに肩肘張らずに使えるというか、なんかめんどくさそうだなってイメージもあったんですけど、意外とむしろドリップより早く抽出できるし楽だと思いました。で、あとはやっぱこのデザインですよね。金属加工で有名な新潟の燕三条で製造されているっていうことで、なんか絶妙に工業製品感がないというか、工芸品とかがそういった人の手で作られたぬくもりみたいなのがすごく感じられる佇まいで、キッチンに普段置かないでその辺りのディスプレイ棚の方に置いてるんですけど、そういった感じで生活の中に溶け込んでくれるような佇まいもすごくいいなと思っています。で、もちろん燕三条で作ってるので日本製です。日本製のアナログエスプレッソマシンってなかったみたいですね。で、このあることの出会いなんですけど、もともとですね、このアルコを開発してるリエコさんっていうお姉さんがいらっしゃって、彼女を、私の友人に紹介してもらったのが出会いで、自分たちで実は日本製のエスプレッソマシンを今開発してるんですっていうことで、去年の年明けすぐぐらいにプロトタイプを見せてもらってたんですよね。去年の SCAJ というコーヒーのイベントで出展されてたりしたのも見たりとかしてたんですけど、その後どうしてんだろうなっていうのはちょっと気になっていて、そしたらこの間また改めて連絡いただいて、一般販売スタートしたので使ってみませんかって言ってくださって、もうそんなの気になってたから使いたいに決まってるじゃんとか思いながらさらにこの間アルコチームにここまで来ていただいて、使い方とかあとはレシピとか教えてもらって、実際に今いろいろ使ってみているっていうところです。リエコさんはですね、もともと蔵前とか、あとは今だと外苑前とかにもお店があるソルズコーヒーというコーヒー屋さんを立ち上げられた方で、コロナの時になんかお父様がコロナで亡くなられたみたいなんですよ。で、お父様がどうやら東京の下町の方で、鉄工所をやられていたということで、日本のね、ものづくりの素晴らしさとか、その世界に誇れる日本のものづくりを伝えて広めていきたいみたいな志を持って、この日本初のエスプレッソマシンを開発したということみたいです。いや、私もものづくり大好きなので、なんかそんなすごい熱意のある話をお伺いして結構心を打たれてしまった部分もありました。結構いろいろ使ってみて思ったのは、
エスプレッソって結構自由なんだなっていうことが発見でした。なんかドリップってやっぱりドリップして入れて、そのままドリップしたものを基本は飲むっていう感じだと思うんですけど、なんかエスプレッソってもちろんそのまま入れたものを、砂糖を入れてこうイタリア人みたいな感じでクッと楽しむっていうのはもちろんあるし、エスプレッソを例えば炭酸で割ってエスプレッソトニックにしたりとか、お湯で割ったらアメリカーノになるし、ミルクで割ったらラテになるしとか、何かで割るっていうことで広がる味わいのバリエーションもいろいろあるし、さらにびっくりしたのはこの間教えてもらったんですけど、お湯で入れなくてもいいみたいなんですよね。だから水出しのエスプレッソとかもできると。さらにエスプレッソって深入りのね豆で入れるイメージを私はもう完全に持ってたんですけど、浅入りの豆で入れても美味しいよとか、こんなエスプレッソを入れ始めて本当に数週間の私が言っていいのかはわからないですけど、なんかエスプレッソってすごい自由で面白いなっていうのを今使いながら思っているところです。だからせっかくなのでちょっとこのね使い方を、ご紹介していければなと思ってます。お断りしておきますが、私はエスプレッソのプロでも何でもないですし、本当に入れ始めて数週間なので、極めてらっしゃる方からしたらいろいろおっしゃりたいところもあるとは思うんですけど、一旦こんな感じで簡単に使えるよっていうことをご紹介できればなと思います。まずこの本体アルコの他にですね、こんな子たちが別途必要になります。これらは今、アルコチームからお借りしてるもので、あと後々ちょっと自分で買わなきゃなと思ってるんですが、まずこのハンドルみたいなのがついてる道具、これポルターフィルターっていうもので、この部分にこのバスケット豆になってるんですけど、これをここにガチャッとはめて使う形です。でこれがですね58ミリっていうポルターフィルターらしくて、これはもう世界規格みたいです。なのでこのポルターフィルターはいろんなメーカーさんが出しているので、お好きなものをお使いくださいということみたい。これはペサドっていうメーカーさんのやつですね。あともう一つがタンパーです。これすごい重いです。ポルターフィルターのこのバスケットの中にコーヒーの粉を入れた後に、このタンパーでギュッとこう圧をかけてコーヒーの粉をなんというか圧縮するみたいなことをやるための道具です。これは別途アルコの他に用意する必要があります。でアルコのウェブサイトでも一緒に購入できますし、いろいろ見てたらこのね R&D エスプレッソさんっていう会社さんのウェブサイトでいろんな、エスプレッソバリスタグッズを扱ってまして、こういうところで買われるといいのではと。私も自分の買わないと。このねペサドのネイキッドポルターフィルターはめっちゃ空張りがいっぱいあるみたいで、ほらブラックシルバー、ブラックゴールド、ブラックブロンズ、ブラックダスク。いやもう私と言ったらこのホワイトシルバーですよね。これ欲しい。今品切れみたいだけど、こんないろんなアクセサリー選びもはかどりそうなエスプレッソの世界。怖いね。あとはエスプレッソ引きができるコーヒーグラインダーが必要です。まずはコーヒー豆。こっちが今深入りで、こっちが浅入りの豆なんですが、深入りの豆っていうのは柔らかくて味が出やすいから 20g 前後で出し切らない未中気味にするっていうのがおすすめで、そうすると甘みや油分など、豆のいいとこだけを抽出できると。こちらの浅入りの豆の場合は硬くて酸味が出やすいので、
14g 前後で粗めにひいて、短めの抽出でこの豆のフルーティーさを引き出す入れ方がおすすめとのことで、一旦深入りの豆の方で入れてみます。グラインダーの引き目は本当に豆によって異なるので、何回か試してみる必要があるんですが、この豆はこの間やった時は3だったので3にします。そしたらこのポルタフィルターにコーヒーを入れます。すごい粉がふんわりしてて気持ちいい。で、平らにならすとタンパーでタンピングをします。10から14キロぐらいの力で均等に押すのがポイントとのこと。こんな感じかな。そしたらまずはお湯で本体をちょっと温めます。ここにお湯を入れて、温まったらレバーを上下させてお湯を出すんですけど、結構この時直径と高さのある容器を下に置かないとちょっとお湯がぐしゃってなるのでお気をつけください。そうしたらこの準備したポルタフィルターを本体につけます。ギュギュッと。ここにスケールとこういったカップとかを置いてですね、抽出をするのが普通だとは思うんですけど、このカップとポルタフィルターの間に距離があると、抽出したエスプレッソが結構周りに飛び散っちゃうんですよね。で、それが私は気になるので、いろいろ探した結果、取り急ぎこんな100円ショップで見つけたキャンプで使うアルコールストーブのごとく、これが高さ的にもちょうど良かったので、計量できるこういうメモリがついているカップも購入したので、こうやっておくと、ほらこの隙間がもうほとんどないので、周りに飛び散る心配ないです。これで準備完了。ちょっとなんか準備が長く感じさせちゃいそうな気もしますが、説明しながらなので、じゃあお湯を入れていきます。この中にメモリがですねあるので、そのメモリの一番上までお湯を入れます。今ちょうど一番上のメモリまでお湯が入りました。そしたら少しレバーを上に上げます。そうするとお湯が中に入っていくので、全てが入ったら一旦レバーを押して圧をかけます。よし、十分蒸らしたらレバーを押して、だいたい25から30ミリリットルぐらい抽出していきます。クレマはほとんど出てないですが、ちょっと豆が古くなってきちゃってるので、こんな感じかな。これが出来たてエスプレッソでございます。ちょっとクレマはあんまり立たなかったですが、で抽出したらまだお湯が中に残っているので、もう一つちょっと新しいカップなどを出していただき、中のお湯を全部出し切ります。これだし、なんて言うんだろう、だしでいう2番だしみたいな感じなのかな。お店とかだと多分基本捨てちゃうみたいなんですけど、全然これ飲んでも美味しかったです。今日はまだまだ暑いので炭酸水を入れてエスプレッソトニックにしようと思います。
少しこの、3さんのノンアルコールジンを入れると美味しいので、これ入れるのにハマってます。でお片付けはもうこのポルターフィルターを外してこの中身を捨てて洗うだけです。アルコ本体は、お湯を通してるだけなので基本洗ったりする必要がなくてすごい楽ちん。いやー、私はエスプレッソトニックという飲み物がすごい好きなんですけど、これを自分で作れるっていうのはすごい嬉しいですね。いやいや、暑い暑い。今日はオーツミルクラテにしてエスプレッソ飲みます。マイナーフィギュアのオーツミルクはやっぱり美味しいです。豆は浅入りでいこうと思います。一旦このままエスプレッソで飲んでみようかな。フルーティーで美味しい。オーツミルクを入れまして、氷を入れればじゃーん、オーツミルクラテの完成です。いやー、このね浅入りのエスプレッソとマイナーフィギュアーズのオーツミルクで作るラテはなんかもうミルクティーみたいな感じ、すごい美味しい。はい、というわけで、この手動式のエスプレッソマシンのアルコをご紹介してまいりましたが、これからも、いろんなレシピで楽しんで使わせていただきたいなと思っています。この Vlog の中でもこれからも登場すると思いますので、ぜひ皆さんチェックしてくださいというところで、せっかくご紹介させていただくということで、今回ですね、なんと 10% オフのクーポンを発行していただいております。決してお安いとは言えない製品ではあるので 10% オフというのはかなり大きいんじゃないかなと思います。概要欄にリンクを貼っておきますが、アルコの公式のウェブサイトの方でなぎさ X アルコっていうクーポンコードを入れていただけると 10% オフになるとのことです。よろしければぜひぜひこの機会に一緒にエスプレッソを楽しんでみないかいということで、多分実物見たいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、動画を公開した多分翌日、9月24日から9月27日まで、土曜日まで、東京ビッグサイトの方で SCAJ2025 っていうコーヒーの大きなイベントがあるんですね。去年私も初めて行ったんですが、
そちらの方でアルコさんがブースで出展されているので、実物見て味見とかしてみたいっていう方はぜひ SCAJ の方に足を運んでみてはいかがでしょうか。 SCAJ はウェブサイトから申し込めば無料でどなたでも入れるイベントなので、アルコさんのブースは4階サウスホール3ってところで、コーヒービレッジっていういろんなコーヒー屋さんが出店される大きなコーナーがあるんですけど、その隣にあるエリアで出店されているみたいです。すごいマイナーフィギュアーズがめっちゃ近くにあるアルコの。はい、というわけで私も SCAJ は行こうかなと思っているので楽しみです。そんなわけで皆さんぜひ 10% オフのクーポン使ってください。では今回はアルコのご紹介でございました。また次回お会いしましょう。電気とか使ってない機械式なのであれですよね、ライカの M3 とかみたいな感じ。機械式だから直すパーツさえあれば永遠に修理しながら使い続けられるはず。